おはようございます。僕は今、大分県由布市に来ています。後ろに見えてるのが由布岳。いやー、朝日を浴びてめちゃめちゃ美しいです。今いるのは蛇越展望台。ここからは由布岳をちょうどまっすぐ見えて、さらにその麓に広がる由布院の街を一望することができます。しかもこの朝霧に包まれてめっちゃ綺麗ですね。由布市は大分県のほぼ中央に位置する町です。人口はおよそ3万2000人ほど。別府と並ぶ大分を代表する観光地、温泉地として知られる由布院があります。ちょうどあの辺りですね。今回はそんな由布の自然を楽しんでいきたいと思います。まずはあの由布岳に向かいます。ということで由布岳の登山口にやってきました。後ろには由布岳がそびえ立ってます。気持ちがいいですね。登山日和です。じゃあ頑張って登っていきます。さあ登り始めました。この最初の道めっちゃいいですよね。この大草原ワクワクさせてくれますね。由布岳はこんな感じで綺麗に円錐形なので豊後富士とも呼ばれているそうです。そして今日は金曜日で平日なんですが、登る人が結構いますね。無料で止められる駐車場があるんですが、早い段階で続々と車が来てました。この草原のゾーンを抜けると樹林帯のゾーンに差し掛かります。こういう感じで今現在地はここです。こう行ってこう行く。こんな感じでロープも張ってあるので行き先を間違えるっていうこともないですね。登山じゃないと味わえない心地よさがありますよね。山頂まであと3000メーターもう皆さん慣れてるのか、登るペースがめっちゃ速くてどんどん抜かされていきます。さあ中間地点にやってきました。ここはゴーヤ越えっていうところですね。ここから山頂に向けてジグザグのつづら折りの道になっていきます。さあ登っていきましょう。それにしてもみんなマジで登るの早くてびっくりしてます。本当に早い早い。いや、山登りってでも本当に余計なこと一切考えずひたすら無心になれますよね。それがめっちゃいいですよね。山頂まで残り1600メートル。ジグザグ道を歩いて視界が開けてきました。いやー、すげえ気持ちいいですね。すでにかなり高いところから見下ろせてます。視界が開けると気分的にも疲れが吹き飛ぶ感じがします。あ、この高さまで来るとミヤマキリシマが咲いてますね。九州の高原地方でしか見られないツツジの一種。山頂まで400メートル。あと少し。ただ、結構山頂に近づくにつれて、足元がこんな感じのゴツゴツ岩場になってます。やっと頂上が見えてきましたね。近くに。さあ、やってきました。マタエというこの窪地になっている暗部っていうんですかね。由布岳は標高1583メートルで、このように山頂が2つある総地峰です。最後の急な崖を登ってきました。
分岐点のマタイに到着しました。茨城？茨城です。いや、いいことよ。それで九州を。一回やし。で九州あんまり来たことなかったので、それでいろいろ回ってます。いいですね、ツーリングが。ちょうどこれからの時期とかも最高ですよね。湯布岳はいいよね。湯布岳いいっすね。いいよ。形がいいし。形がいいよ。今できることをやりたいことやった方がいい、ね。本当ですね。もうでもこの年でもアクセクしようと。まあそういうもんじゃないですかね、人生は。いや本当でも本当よ。俺たちも今のうち動けるうちにね、動いとからそうやねっていう。いやーそうですよね。そうだとね、もう本当に。山登れるうちに登っとかないとって感じですよね。そうそうそう。俺なんかもうそうや。じゃあ東に登ってきます。ありがとうございます。この山頂付近の分岐点で登山されている方と楽しくお話ししました。反対側に見えるのが西峰ですね。西峰はこれやばいっすよ、本当に。崖。もうこのマタエってところから鎖場が続いて、であの辺はもう完全に崖をカニ歩きで登っていく感じになります。いやでもいつか登ってみたいですね。ちょっと経験者の方に導いてもらいたいですね、その時は。とはいえこの東峰も一歩間違えたらもう真っ逆さま。結構なスリルはあります。お、頂が見えてきました。着きました。湯布岳東峰登頂しました。いやー、ほんと自然がすごいね。よし、達成感。眼下に広がるのが湯布院の街並みです。そしてあれが山並ハイウェイですね。あの道もすごい気持ちいいんですよね。西峰の頂も見えますね。あっちもいつか行ってみたいです。で、この湯布岳は西峰と東峰をこの河口の周りの尾根を歩いていくお鉢巡りっていうのがあるらしいんですけど、それが結構なかなかハードルが高いらしいんですよね。いや、いつか行ってみたいですね。そしてあの向こうに見えるのが別府の鶴見岳です。以前の別府の動画で訪れましたね。そしてその向こうには別府湾が見えます。いいね。この最高すぎるロケーションでお昼にします。僕の今いるところのちょうど後ろに西峰に向かう鎖場があるんですが、まあやっぱ登山客全員が行くってわけじゃなくて結構少ないですね、行く人は。梅おにぎりをいただきます。最高ですね。なんだかんだ撮影しながら登ったら2時間半ぐらいかかりましたね。ちょうど山開きが始まったのが先週なので、登るにはめっちゃいいタイミングでした。この先に見えるのがさっき登った東峰ですね。さて下山します。安全に。正直下りの方が足をひねりそうで油断できないですね。ゴーヤ越えに戻ってきました。5月中旬でなんかセミっぽい鳴き声が聞こえますね。もう夏みたいな感じがします。本当は湯布岳の目の前にある飯盛ヶ城っていうところも登りたかったんですけど、この後の予定もあるので時間が足りなくなっちゃって、このまま戻ります。帰ってきました、無事に。なんか登る前より高く見えますね。あそこ登ったのかって思いますね。この達成感、これが登山の魅力ですね。ワンちゃんと一緒に登ってる人もいましたね。白人系の外国人の方も結構登ってる人いましたね。しかも女性が多かったですね。みんな体力あるな。いやー楽しかった。でも掃除法なのでせっかくなら東と西どっちも登りたかったんですが、やっぱり西はちょっと危険ですね。あれは本当にガイドの人もしくは経験者の人と一緒にいらないとちょっと無理ですね。なんか本当にまた登りたくなる山ですね。見るだけでも本当に十分美しい山ですけど、登ったら
もっとすごいぞって感じしますね。さあ、登山口の入り口に戻ってきました。往復で4時間って感じですかね。いやー、最高でした。いやー、岐阜の観光はまだ途中なので、ここからまた楽しんでいきます。由布岳のすぐふもと、さぎり台にやってきました。さあ、ここからは湯布院の街並みを一望することができます。山の頂上よりもより近くではっきりと見えますね。山に囲まれた盆地であることがよくわかります。そして見上げると由布岳があります。いやー、なんかやっぱ大きく見えますね。あのてっぺんに登ってきたわけですからね。やっぱ由布といったら温泉ですよね。山に登っていっぱい汗をかいたので温泉地に向かいます。さあ、続いて由布市の塚原温泉というエリアにやってきました。ここでは火口見学ができるので火口見学していきます。さて、お邪魔しますと。ここはどちらかというと別府市寄りなんですが、由布市が C の形をしているので C のこの上の部分のこのエリアです。すでに硫黄の香りがすごい漂っています。さあ、やってきました。どうやら僕は歩かなくていい登山道を歩いていたようです。この火口見学の順路があったみたいなので失敗しました。さあ、5分ぐらい登ってきました。おー、すごいね。これが、伽藍岳っていう。いや、すごいね。映像で見るよりも迫力ありますね。なんか今にもほんと崩れてきそうな岩で、その上からガスが噴出していて、でその上にミヤマキリシマが咲いてますよ。ミヤマキリシマはあんなところでも咲けるんですね。すごいな。この伽藍岳は別府市と由布市の間にあります。別府といえば日本一の温泉の湧出量を誇っている場所として知られていますが、その膨大な温泉を生み出す熱源がこの伽藍岳の地下に眠っていると言われているそうです。つまり別府の温泉のエネルギー源ってことですよ。すごくないですか？それにしてもこの岩マジで崩れてきそう。この伽藍岳を登山するっていうのもなかなか面白そうですね。上から見たら結構この火口もなかなか迫力ありそうですね。さあ、そしてお楽しみタイム。登山で疲れた体を癒したいと思います。火口が見学できる場所のすぐ隣には塚原温泉に実際に入ることができます。温泉入るぞ。塚原温泉の火口の泉にやってきました。塚原温泉は日本三大薬湯の一つとして知られています。酸性度の強さ日本第2位、アルミニウムイオンの多さ日本第2位、そして鉄イオン含有量の多さ日本第1位。めっちゃすごいですよね。つまり強酸性の温泉っていうことなんですが、すごく楽しみです。早速入りに行きます。こういった感じで貸し切りで使える家族風呂と、あと内湯、そして露天風呂があります。で、この露天風呂に入っていきます。塚原温泉入ってきました。いや、めっちゃ良かったですね。なんていうかさっぱりしたっていう感じではないんですが、酸性が強いので最初入った時に結構肌がピリッとする感じがあって、それがすごい面白かったです。結構その酸性の強さとこの天気の良さと、あとお風呂の熱さで長く入ってられるような温泉ではないんですけど、この大自然の中、ちょうど他に人もいなくて一人でいい温泉に入って登山の疲労が回復しました。アトピーとか持ってる人にも効用があるみたいなので、そういう人たちにとっても嬉しいですよね。これで体力がまた回復したので、岐阜でもう一箇所行きたいところがあるので、そちらに向かいます。
さあ続いてうなぎ姫神社にやってきました。社殿の周りが水で取り囲まれてますね。すごい面白い作りだ。台風で倒されてしまったご神木が切り株として保存されています。湯布院の町は周りを山に囲まれた盆地なんですが、昔の弥生時代の頃はこの辺一帯が沼地だったそうです。当時は水害にも悩まされていたそうで、沼の精霊としてうなぎを祀ったことがうなぎ姫神社の始まりになったと言われているそうです。そしてその沼の名残が湯布院の有名な観光スポット金銀湖だと言われているそうです。そっか、多分うなぎを祀ってるから水で取り囲まれた社殿になってるってわけですね。おそらく駅の周辺には観光客がいっぱいいますが、ちょっと奥の方に来るとあんまり人もいなくて、この神社もおすすめです。さあちょっとお腹空いたので、うなぎ姫神社の目の前にある喫茶店月桃さんで食べようと思います。注文したのは大分の伝統的な郷土料理やせ馬です。練った小麦粉を平たく伸ばして入れたものにきな粉や砂糖をまぶして食べる昔ながらのおやつ。名前に反してなかなか太りそうな感じはしますが、うまいのは確かです。美味しい。素朴な甘さでアイスコーヒーとの相性も抜群でした。そしてこちらのお店には可愛い看板娘がいるんです。あのちゃん、何歳なんですか？あ、若い。女の子です。ミケですよね。ミケってなんかオスってあんまいないんですよね。なんか全然。かわいい。痛くてもね、尻尾が途中で取れてる。来た。来てくれたな。湯布院でも初めてですか？湯布院、町の方は行ったことあったんですけど、今日湯布岳午前中登ってきました。はい。ですか？日本語は聞こえないみたいです。開けちゃって大丈夫ですか？出たいんで。はい、ごちそうさまでした。気をつけて。ありがとうございます。じゃあね、またね。喫茶月桃さん、看板猫の花ちゃんがいて、いや最高の癒し時間になりました。いやー本当に店員さんも優しくて気さくで、超癒されました。さあ湯布院をかなりたっぷり楽しんできました。今日はこれから移動して、今日泊まる宿で夕飯も食べるので、これから向かいます。いやー湯布良かったですね。山並ハイウェイは素晴らしいね。いやー綺麗な山だな。本日泊まる宿にやってきました。めっちゃいい感じです。今日泊まる部屋はこんな感じです。もうすでにお布団も敷いてもらってます。いや、渋くて最高。なんか文豪にでもなった気分ですね。この辺一帯が筋湯温泉っていう温泉なんですが、その一角にあります。建物のすぐ隣には川が流れていて、川のせせらぎが聞こえて、これも結構いいんですね。今は5時40分なんですが、まだ外も明るくて全然活動はできるんですが、この宿の夕飯が6時で決まってるので、それまでに来ないといけなかったんですよ。この場所はもう由布から九重町に来てるんですが、このエリアは筋湯温泉と言います。そしてこの建物のすぐ目の前に日本一の打たせ湯って言われている打たせ湯があります。後で行ってみようと思います。で、ここの旅館には内湯が
あるんですけど、それだけじゃなくて、この温泉郷の共同浴場を利用することができます。すごくいい旅館ですね、すでに。豪華すぎる。そして飲み物はノンアルビールにしました。すごい。じゃあ早速いただきます。これがこの九重町の、夢ポーク。川魚のなんだっけな、あたご煮物もあります。天ぷらとかついて、お吸い物もついてます。で、ご飯はおひつで自分でつけるスタイル。早速しゃぶしゃぶしていきます。ちゃんと貸し切りの部屋で食べられるっていう、すごいいいですよね。これ何から食べるか迷うレベルですね。ちょっと早い時間に食べられるのはいいですね。登山して疲れてたんでちょうどいいです。いただきます。やっぱ湯布岳登ったのは正解でしたね。普段あんまり旅館とかホテルの夕食をつけないタイプなんですけど、今回のこの宿に関してはプランがあまりにも魅力的すぎたのでつけちゃいました。つけちゃいましたっていうか、そもそもついているプランなんですよね。結果大正解です。部屋もあんな感じで魅力的で、これだけのボリュームの夕飯があって、でさらに朝食もついて、そして筋湯温泉の温泉にも入れて、それで1万円とかですからね。心配になるレベルの破格さですね。ありがたい。いやー、もう満腹大満足です。ごちそうさまでした。疲労プラス満腹になったので体が動かないです。でもこれで温泉入ったらもう速攻で寝れますね。まだ7時前ですけど、こういうのもいいですね。館内には貸し切りの内湯が2つあり、空いていれば自由に利用できます。1人には十分すぎる広さでゆっくりリラックスできました。本日泊まっている宿はこちらの旅館角大屋です。設備は結構古いですけど、その古さが全くデメリットになってないですね。いい宿です。旅館の前はこんな感じです。そしてこの旅館の目の前にあるこちらが日本一の歌声優です。そこにちょっと行ってみようと思います。旅館の内湯と共同温泉の歌声湯に入ってきました。いや、どっちもめっちゃ良かったですね。内湯は貸し切りで使うことができたので、すごくリラックスして使うことができました。あと共同温泉の日本一の歌声湯、間違いなく日本一の歌声湯でした。というのも極限までに歌声湯に特化した場所というか、歌声湯のミニマリズムみたいな感じがあって、歌声湯の場所に入った瞬間に真っ白でちょっとびっくりするんですよね。って思って、そしたらそれが水蒸気であることに気づくんですよね。でちょっと中に入ると、もう歌声湯がバーって壁に並んでて、それがその3メートルぐらいの高さからバーって流れてて、仙人の修行場所みたいな、なんかね、面白かったですね。しかもその歌声湯もめっちゃちょうどいいんですよ。人間に高速で叩かれてるような、すごく心地の良い水圧で、歌声湯のレベルが違いましたね。めっちゃ良かった。というわけで今回は大分県の由布市を観光してきました。由布市のシンボルの由布岳に登って、で温泉に入ると。でもこれだけでかなり満足度が高いですね。由布院のエリアも駅前の観光スポットが結構人気なので、観光客が結構集まってるんですけど、ちょっと離れて由布岳の方に行ったりとか、登ってみたりとか、あとは塚原温泉の方に行ってみたりとか、うなぎ姫神社の方に行ってみたりとか、ちょっとだけ離れるだけでも結構ぐっと人が少なくなるので、そういう観光の仕方もありかなと思いました。そして明日は今もうここに来てますけど、九重町を観光していきます。この動画が参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。